中に入ってるのはなんとガチャマシーン。ナムシシキミョプログラミングしといた後もうボタン1回押したらコマンド送った通りに動いてくれるっていう形です。すごすぎますね。皆さんこんにちは、大川祐介です。はい、今日はですね、龍岩寺住職の池口隆法さんのお寺に遊びに来ております。はい、ちょっと入り口にあったパンフレットなんですけど、フリースタイルな僧侶たちと、はい、そうなんです。フリースタイルな活動をされているお坊さんということで、はい、このフリースタイルの僧侶たち、私が最初に作ったのが、はい、きっかけで63号まで続いていると。マジっすか。はい、隆法さんとはね、僕が京都に1年前に引っ越した時に一番最初にお会いしたお坊さんでして、で盛り上がったのは、そのニコンユーザーということで、カメラもめちゃくちゃ好きということで、普段ねお坊さんとしてどんなお仕事されてるのか、かつカメラのお話もできたらと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。坊主丸儲けって本当って書いてあるんですけど、これはどういうことですか？毎月ここの掲示板にいつも、なんかみんなが気になってそうな問いを書いて、そこに解説を用意しておいて、ちょっと答えはこちら。はい、学びを深めてもらえるっていう仕組みになっています。じゃあ1枚いいですか？はい、ぜひ。フリースタイルな僧侶たち。このパンフレットはなんかさっき26号みたいなおっしゃってました。62号も15年前に、今年15周年なんですけど、15年前に僕が創刊して6年8ヶ月やってて、そこからバトンタッチしたんですけど、ずっと後輩たちが受け継いで、ずっとフリーペーパーを作り続けてくれている。すごい、ありがとうございます。はい、でこちらはお名前としては浄土宗の龍岩寺、浄土宗龍岩寺です。じゃあ今日は中も見ていいんですか？もちろん。はい、結構この僕のチャンネルって動画とかガジェット系の人が見てるんですけど、お寺の中に入るなんてかなり貴重ですよ。ないですよね。そうなんですよ。じゃあちょっと案内していただけますか？よろしくお願いします。そういう感じでいつも仕事してらっしゃるんですね。そう。いつもこんな格好じゃなくてもっとラフな格好で作業してますけど。営業時間あるってことですか？営業時間は一応9時半から4時まで、夕方4時までは拝観の受け入れとかはしてます。ただ法事とかやってたらそういう時は無理ですけど。なるほど。はい。その格好を着て作業はしないですよね。いつも寒い、もっとラフな格好で。すいません、ちょっと撮影のために気合い入れていただいてありがとうございます。気合い入れて、はい。ちょっと抜けがなんかどう説明すればいいのかわからないんですけど、ここは何ですか？ここは本堂ですね。いわゆる。はい。本堂なのに後ろにカメラがいっぱいあるんですけれども。そうなんですよ。ここ割と機材が揃っててですね。めっちゃすごいな。本当にお坊さんですかって言いたくなるなんかリアクションですけど、でもやっぱりその最初にねお会いした時もすごいやっぱカメラを持っていらっしゃって、すごい好きだと聞いたんですけど、なんでこんなにカメラ持ってるんですか？大川さんとかに影響されたりあれですよね。一番最初のきっかけは、僕が京都に引っ越してきます。で京都でいろんな撮影だったりとか、いろんな面白い体験をされてる方のお話聞きたいなと思った時に、後ろにあそこにあるいいですか？見てもこれですよ。ドローン仏、合ってますか？名前。ドローン仏。ドローン仏。はい。ドローン仏をSNS 上で見ましてですね。そう。こんなお坊さんいないっていうことで、電話したんですよね、最初。メールとかじゃなくて。そしたら快く受け入れてくださって、直接お会いしたっていうのが出会いですね。そこから何回かご一緒にご飯食べたり撮影したりってあったんですけれども、今日はちょうどなんかイベントがあるんですよね。そう。この後ね、大川さんと対談を収録するというその機会で今日のこのルームツアーというかね、スタジオツアーいいですかという相談
1時間前にするっていうそうそうそう。本当に超迷惑なご相談をしてしまってすいません。そうそう。いやいや、でもなんかせっかくね、機材がっつり組んで、大川さんと一緒に対談収録する、なんか龍岩寺の本気をぜひ。いやー嬉しいです。ありがとうはい。ございます。初めにお伺いしたいんですけはい。ど、龍宝さんって普段何されてるんですか？そうですね、なんかこの様子からはちょっと想像つかないかもしれないですけど、一応基本的にはメイン業務はきちんとお檀家さんとお付き合いをさせていただいて、ご先祖をご供養するうん、というようなお仕事が、龍岩寺の住職としては一番のお仕事になってます。したがって朝起きて、山門7時ぐらいに開けて、でそして、昼間お参りに出かけることもあれば、参拝に来られる方のお迎えをしたりとかすることもあればですね、そしてここの本堂で週末なんかは法事をしたりとか、あるいはお檀家さん亡くなったらお葬式の度胸に出かけたり、ここの本堂でする時もあったりみたいな、そんなのが一応基本的なお仕事になってますけど、ただやはりその年配になられてお年重ねられてお寺に来られないという方、それでも YouTube だったらお寺の様子見れるよっていう方もやっぱいらっしゃったりとか、 なるほ SNS 越ど。しで、もう東京とかあるいは海外とかに引っ越していかれた方に情報を届けたりということもやっぱ大事な仕事なので、それだったら綺麗な映像を見てもらった方がいいじゃんっていうね、それをちょっとずつやり続けていった結果、こうなってしまったっていう。ドローンもあって、はい。これカメラ何台あるんですか今？カメラ今そうですね、ニコンの Z6-2 と Z6-3 と Z8、 3台体制で。仲間ですね。今これ Z6-3 で撮影してまして、そうですよね。まさかもうすでに買われたんですね。そうそう、発売そう、予約開始でちゃんとその予約開始の日に申し込んで、はい、す発売日にごい届くように手配しな。ました。そういうことか。なので基本的にはお坊さんとしてのお仕事ありつつはい。も、やっぱりこのリアルでは届けられないっていうところをやっぱオンライン上ではい。発信するという目的でカメラ買ったり YouTube 発信したりはい。されてると。そうですね。で、やっぱりそのね、今日もその最初映像を撮り始めた時に、すっごいお寺ってカメラ映えするって話で盛り上がりましたけど、やはい。っぱそのお寺の中の空間ってカメラで撮った時もいいカメラで撮れば撮るほどむっちゃ映えるので、それはやっぱね、せっかく過去の人が映えるように作ってきてくれたものを映えるようにきちんと撮って表現していくっていうのはすごくお寺の中の人にとってみたら、大事な仕事だと、勝手に思ってるので。素晴らしいですね。なんかはい。その入り口から坊主って丸儲けなのみはい。たいな話ありましたけど、それって儲けてる、いわゆる稼ぎすぎてるということなんですか？いや、実際には稼げてるお寺って多分すごい少なくなってきている現状が多分あって、どこのお寺もだいぶ苦しくなってきている。要するにお寺離れとか、あるいは仏壇じまいとか墓じまいみたいな、どっちかというとお寺と縁を切っていく、仏教と疎遠になっていく、そういう言葉があのブームになってるぐらい、お寺と人々との関わりってすごく少なくなっていて、したがって当然お寺の中も経済的に状況が悪くなってきているみたいなところはあって、必ずしもなかなか儲かってると言えるような状況ではないんですけど、ただそもそも坊主丸儲けって言われることのもともとの意味合いは、お坊さんって同居をして、ご先祖のご供養する、お葬式なりお法事なりをする。でそれには僕がそのお経を唱えてるだけなので、原価0円に近いようなそういう商売だというふうに思われがちなんですよね。したがって世間の人たちはいろいろ仕入れにいくらもお金がかかったりとか、あるいはそのテナント料に、お金がかかったりとか、いろんなそういう経費とかを一生懸命計算しながら物の価格を設定し、それが、ようやく売れて商売が成り立ってるんだけど、お寺の中っていうのはもうお経をあげたらそのお経がうまくても下手でも、一定のお金が入ってくるみたいなね、そんな風に思われがちで、それをことわざみたいな感じで言ってるのがその坊主丸儲けとなるほど。いう言葉ですね。ありがとうございまはい。す。結構その観光地としてはい。京都に来たらいろいろと回るそのおはい。寺あるじゃないですか。
そことこの龍岩寺ってどういう違いがあるんですか？そうですね、最近でこそいろんな方がお寺に、それこそドローン仏見たい、拝みたいと言って今日の朝もお参りに来られた方ありましたけど、私がここのお寺住職になって10年ですけど、10年前とかはお檀家さん以外はまず人来ないっていうような、地域の人には開かれてるけど、それ以外の人は一切訪ねてこないっていうような感じのお寺でしたね。で大体街中の観光寺院じゃないお寺っていうのはおよそそういう生活をしてると思うんですけど、はい。なるほど。じゃあそこで、ある意味その機械を作って、はい。メインとしてはそのなんて言うんでしょう、観光以外のはい。ところに機械を設けるってはい。ことなんですか？そうですね。お寺って別に檀家さんが維持管理、お金を納めてご寄付をくださってこのお寺の今があるので、そこに対してはやっぱりきちんと配慮をしなきゃいけないという気持ちはありますけど、うん。でもやっぱり、ね、いろんな大勢の方々と一緒にお寺を作っていく方が、うよりん。楽しい未来があるだろうと思うし、で、そうそう、でもこうやってインターネットとかSNS とか通じていろんな方と出会うことができる時代になっているので、まさに。よりお寺に興味ある人たちと一緒にこれからのお寺っていうのを作っていく方、そういうことができる時代なので、これをやらない手はないなっていうようになるほど。思ってます。ありがとうございます。ではちょっとどこからはい。話に触れようかなと思ったんですけど、やっぱ一番の僕がはい。劉邦さんを知ったきっかけであるはい。ドローン物、はい。ちょっと見てもいいですか？もちろんです。ありがとうございまはい。す。お三かな。でもこういう言っちゃえばその僕ははい。世界中でこういうユニークな取り組みをされてるお寺見たことがないんですけど、はい。やっぱこういう新しいことをするってその批判はい。もあるじゃないですか。はい。そういうのって連絡来たりするんですか？なんか苦情の投書とかはたまに来ますよね。お前みたいなやつがお寺をダメにしてんだみたいな。それかなり厳しいコメントですね。そうそう、でもなんかその新聞の切り抜きだったりとか、ネット記事の切り抜きだったりとか、はい。いろいろ一生懸命添付してくれてるので、うん。どっちかというとかなり熱狂的なファンなのかもしれないなと思って。それで言うとなんかあんまり YouTube と同じにするのも失礼ですけど、はい。あんま変わんないですよね。やっぱこうやっていろんなことをね、はい。発信されてるとたまにやっぱ批判とかもあるんですけど、はい。やっぱそれは劉邦さんも変わらず来るんですね。来ますよね。そういった時のマインドコントロールといいますか、はい。どうすればいいですか？でもなんか気にしないっていうか、気にしな気いけど、にしない。気にしないっていうのが一番のアドバイスだと思うんですけはい。ど、気にしちゃうから問題なんですよね。そうそうそう、そうなんですよ。で、だから僕らはここのその国約一切経っていうのが一応僕らのそのルールブックっていうか、お経の中に書いてることを、ここにしっかりのっとって教えを伝えるとか、現代的なアプローチをするっていうのが原点なので、きちんとこういうえー僕らのそのルールをしっかり日頃から読んでおくっていうのが一番のその批判に打たれにくくなっていくための力かなっていうふうには思ってます。なるほど。はい。通信できてるはず。PC 出てきた。これ、リュウさん、エンジニアですか？もともとね、結構コンピューターのプログラミングとかは勉強してた時期があって、なんでですか？僕がだから大学出た頃って2003年卒業し、大学院2年いて中退して、それで2005年になってるんですけど、その頃って、ブログとかが出始めた頃で、そこでなんかいろいろコンピューターのプログラミングとかの技術も普及し、で、そういうのを利用して新しいサービスが始まったりみたいな、そんな時代だったので、なんかこういうことをそのプログラミングとか頑張ったらいろいろ僕もできること増えるんじゃないかなみたいなね。その時からもうお坊さん
になろうと思ってたんですか？お坊さんになろうと思ってはいたんですけど、ただもう本当にこのままでいいんだろうかっていうそこの不安。これまで通りお寺の仕事をやってたらそれでみんなついてきてくれるかっていうと、こんだけ時代変わったらそうでもないんじゃないかみたいなね、そんなことを思うようになってて、で自分ができることをどんどん探そうっていう中でプログラミングも一時やってましたね。すごいですね。なんか僕からすると全く領域が違う技術な気がするんですけど。そうそう、あんまり、趣味でこんなことやってる人お坊さんって少ないのかもしれないですけど。ないですよね。ですし、こういうドローン物のような、批判はあれど、いろんな取り組みをする中で良かったなって思う側面あるんですか？でもなんかやっぱりお寺の中にいるだけだと人ってあんまり来てくれないかもしれないし、あるいは法事とかでお寺に来ただけだと身近に感じることはないかもしれないけど、いざこれドローンに乗ってたりとかそれがプログラミングで動くとかってなると、特にそのプログラミングで動くことに関して言うと、中学生高校生とかはもうなんか仏像が自分たちの世界に降りてきたような感じがあって、結構目キラキラさせてくれるので、だからやっぱその関係ないと思ってる領域でも飛び込んで一緒に何かやるっていうのは逆に今すごく求められてるような感じがしてます。なるほど。なんか京都に来て、その伝統と革新っていう言葉をすごく聞くんですね。まさにその伝統と革新がうまく調和されて新しいものが生まれていくってことを考えると、まさにUFOさんがやられてるこれは僕の中で伝統と革新です。ありがとうございます。はい。飛ばす準備できたんで。ありがとうございます。見てもいいですか、じゃあ。一応ね、あれもうプロペラ回ってるんですか、これ。そう、一応それ通信ができたらプロペラが回るように回ってるもんなってます。飛び始めて少し大川さんの方に寄っていくと思うので、気をつけながら見ていただきたいと思います。じゃあ引きで撮っておきます。いきます。一応お念仏を唱えている人のもとに阿弥陀さんが、ご臨終の時にやってくるという世界観なので、お念仏を唱えながら飛ばしたいと思います。ありがとうございます。阿弥陀阿弥陀阿弥陀ブラボー。ありがとうございます。これで操作してたんですか？そうそう、これで操作しました。これマジか。ドローン自体はなんていう製品ですか？これはDJI テロの教育用モデル、テロエデュっていうのにあるんですけど、それの特にロボマスターっていうのがうち5台はそれを使ってます。それでプログラミングをして、そうです。一つ一つ操作をしている。すごいな。じゃあもう本当全部コーディング通りに動いてくれるってことなんですね。そうですね。もうボタン1回プログラミングしといた後もうボタン1回押したら自動的に飛び上がってコマンド送った通りに動いてくれるっていう形になってます。すごすぎますね。いやありがとうございます。本当にちょっと本当に感無量で言葉出なかったです。すごすぎて。そうでもこれもだからあれなんですよ。よくあるねドローンショーとかって上空を飛んでそこで光の演出をするっていうのがドローンショーですけど。そうですよね。今話題ですよね。
うちの場合は屋内で実際に仏像を乗せて飛ばすっていう超異質なドローンショーなので、あんまりその参考になる資料とかもどこにも載ってなくって、そうそうドローンにそもそも仏像は何グラムに乗るかみたいなのもどこにも書いてないので、本当試行錯誤の連続で、これ10グラムぐらいなんですけど、これぐらいだったら飛ぶかなみたいな、そんな。そうそう。でもこの仏像自体ももともとは木彫りの仏像を、仏師の三浦鷹山さんという方が作って、その方がドローン仏自体の開発は、最初してるんですけど、で木彫りの仏像じゃなくって、3D プリンターで小さく中空洞化させて、上に乗せたら飛ぶだろうという中で、最初2018年にドローン仏が初めて飛び、でもともとはお迎えにやってくる時の情景っていうのは阿弥陀如来が25菩薩を引き連れてやってくるっていう情景なので、最終的には阿弥陀如来と25菩薩で26体の仏像プラスドローンがですね、この道内で飛べばいいなって。それが夢なんですね。そうそうそう。それが一応究極的な目標にはなってるんですけど。じゃあこれはまだまだと。まだ未完成ということなんですね。未完成です。でだから DJI さんが26体ぐらいこの道内で編隊飛行できるぐらいのもうこれはですね、DJI さん見てますこのチャンネル。ぜひ26体プログラミングできる機材を。すごいな。でもこれめっちゃいいですね。なんかこのドローン仏最初にやった時もね、各社メディアがすごい取り上げてたと思うんですけど、みたいな形でメーカーさんがこの龍宝さんのこの取り組みをね支援してくれるっていうのはすごくなんか僕もなんか見てみたいですね、そういう未来を。結構テレビでドローン使ってる映像、うちの映像が流れてるはずなので、かなりドローンの普及に貢献してんじゃないかなって思うんですけど。いやちょっと概要欄のリンクこれをご覧の各社連絡お願いします。よろしくお願いします。これは何ですか？これお寺にあるこういうお寿司、こういうお社の中には大抵仏像が安置されてるんですけど、うちのこの真新しいお寿司中に入ってるのはなんとガチャマシーンという。マジか。しかも2500円ですよ。そうなんですよ。一個一個職人さんたちが手仕事で作業して作った。これ2500円もどうやって入れるんですか？メダルと交換してもらってます。いやでもいいですね。ガチャがこの中に入ってると思わなかったですよ。でもともとガチャマシン、これもクレイジーですね。そうでもともとガチャマシン赤かったんですけど、ここせっかくやったら漆塗ろうかって言って、漆塗ってここ金箔をしてで本当に仏壇みたいなガチャマシーンになり、すごいな。で周りもせっかくこんなお寺でガチャやるんだったら本堂に置けたらいいよねっていう話を職人さんたちとしてたら、じゃあお寿司作ったらいいじゃんっていうので、仏像彫刻の専門家仏師さん三浦さんがこの胴回りを全部作ってくださって、で屋根は宮大工さんが作ってくださって、したがって総ヒノキ作りの伝統建築家みたいなそんな技法がしっかり使われてる。本当にいろんな方々の知恵を絞って作られたんですね。なんかこういう、いわゆる共同作業みたいなのって、なんかどうしたらできるんですか？なんかコミュニティがあるんですか？そうですね。うちに関して言うと職人さんたち、京都の仏具職人さんたちの集まり、仏仏部というユニットを結成して、その人たちと一緒にこれからのものづくりみたいなものを、それこそ本当にやっぱり、京都の文化の中心にあるのはその職人さんたちの技術だと思うので、それをより多くの人に知ってもらって、で日本だけじゃなくて、海外にも日本の文化が知られていく、職人さんたちの仕事に光が当たっていく、そんな風になっていくといいなと思って。ちゃんと全ての活動にビジョンがあるんですね。ちゃんと目的は遊んでるだけじゃなくてでも本当にこのさっきから気になったんですけど、上になんか 6体そうなんです。これもその6体の仏さんで一応南無阿弥陀仏を表しているつもりではあるんですけど、かわいい。いろんな色の漆があるっていうことの紹介にもなるかなと思って、右の一体が漆なんですけど。なるほど。はい。仏仏部のネーミングも素晴らしいですけど、アイドルグループのユニットみたいな、
のもプロデュースされていたっていうふうに聞いたんですけど。そうそうそう。2016年から2020年まではここのお寺にアイドルユニットがいて、それがテラパルムスっていう浄土系アイドル。素晴らしいですね。これ YouTube に載ってますもんね。YouTube に、はい、過去のリンクとかは、ですよね。はい、載ってると思います。はい、ぜひ概要欄飛んでみてください、皆さん。本当にユニークです。はい。で、あとあれです、ここのお寺メイドさんが、専属メイドさんがいらっしゃるんですか？そうそうそう、いたりもして、はい、今日ちょっといないんですけど。そういうアイディアとかってどのように生み出されるんですか？いろいろですけど、僕から提案したものもあったりとかしますけど、アイドル活動に関しては学生さんがお寺でアイドルプロデュースをやってみたいっていうふうに提案を持ち込んで来られたので、じゃあ一緒にやろうかって面白そうだからって乗っかってみたっていうところだし、でドローン仏に関しても、僕はこのお寺をもう全面的に、使って協力してますけど、やっぱもともと開発したのは仏師の三浦鷹山さんで、その人が提案を持ってこられた時に、やっぱちゃんとその意味を理解してそのコンセプトをきちんと理解して、これ協力したいなと思ったので、じゃあ一緒にやろうかで、やるからには全力でやろうよっていう、とことん面白がろうっていう、そういうなんか大阪人気質っていうか。素晴らしいな、起業家ですね、本当マインドが。でもそうですよね、遊ぶっていうことと同時に、一応それがきちんと、お寺のこれからのビジョンに、どういうふうに当てはめていくかっていう部分ですよね。自分一人で何でもできるわけじゃないので、いろんな人たちと、面白いことを日々作りながら、それをどうやって整理してプロデュースしていくかっていう、その部分はやっぱり住職の仕事かなっていうふうには思ってますけど。なるほど、はい、ありがとうございます。これは何ですか？これ、お仏壇の前におりんっていうのが大抵あると思うんですけど、チーンって鳴らして手合わせるっていう、のを、よくお仏壇の前でやったりとかするんですけど、ここのおりんは宇治の南城工房っていうところに頼んで特別に作ってもらったおりんなんですけど、いい音ですね。そうそう、いい音だし、このいい音で音楽的に楽しめないかっていうことで8個調律してもらって1オクターブ奏でられるようにしまして、で、こんだけ数あると和音も鳴らせるので、なので、例えば「ナムシシンキミョみたいな、そうお経に合わせてなんか始まった急にお経に合わせて伴奏をこれで奏でるみたいなこともめちゃくちゃすげえな。できたりとか。音楽の才能もあるんですか？音楽は昔から好きですよね。好きなこと多すぎません？なんでですか？いやでもね、こんだけIT が発達したりとかすると、YouTube とかで調べながらでもいろんなことにチャレンジできるじゃないですか。はい。で一個一個形にしようとし続けた結果、なるほど。はい、ちょっとずつコンテンツが増え、なんか僕は新しいテクノロジーがすごい好きだし、はい、会社も作って、はい、言っちゃえばね、資本社会においてちゃんとね利益を作って、はい、還元するっていう目的でやってるんですけど、はい、なんか今後なんか自分の人生全体で見た時のそのゴールのはい。設計ってなかなか難しいなと思ってて、劉邦さんはそのあたりどういうふうに考えてらっしゃるんですか？人生のゴール、はい。なんかアドバイスしていただいてもいいですか？アドバイスでも最終的な目的何なのかって、僕自身はやっぱりこういう日頃のいろんな面白い活動っていうことも大事なんですけど、僕自身の目標としてはやっぱり仏教が持ってるなんていうかな、仏教でインドで作られたものを日本で、
いろんな宗派ができて、それをこれまでもいろんな方々が信じてっていう形で受け継がれてきてますけど、やっぱりその時代時代で常に変わっていくものだと思うので、きちんとこれが100年200年うまく続いていくような仕組みにまでアップデートしたいなっていう思いはあって、したがってそのなんか仏教っていうが持ってる OS 自体をきちんとアップデートして、で、そうすると、そこでどんどんいろんなアプリができてくる。なんかそんなところまで仏教を持っていきたいなっていう思いはありますね。考え方がもう本当にテクノロジーですもんね。そう OS とアですよね。プリっていうのも。でも確かに今そのアップルとかね、アはいップルの製品すごい好きですけど、アップル信者っていう言葉が生まれてるぐらい、現代版の宗教といっても過言ではないですし、アメリカの企業も、日本ではねちょっとイメージは悪いですけど、宗教になるっていうその企業が、っていうことに対してすごいやっぱリスペクトというか誇りがあるっていうのを聞いてたんですね。っていう意味では劉邦さんは、そのこの取り組みも通してご自身が考えられるその宗教を広めていきたいとは思ってるんですね。自分の捉え方。そうで、僕の宗教っていうよりももう現代のみんながお寺にアクセスしやすくなるような仕組み作りであったりとか考え方であったりとか、そういった仏教が現代的に使いやすくなっていくそういう新しい仕組み作りみたいなものをしていきたいなっていうふうな思いがベースにはありますよね。僕も考え方の一つとして、今を生きるというか、あんまり後先考えずに、今を楽しもうっていう思いがあるんですけど、なんかこの考え方はやっぱりその仏教につながっているんですかね。仏教の、やっぱ日本ってその宗教としては、なんて言うんだろうな、仏教国っていうんですか、仏教が自然とその仏教はかなり深く根ざしてるのは間違いないですよね。私たちのとか言っちゃった、僕らのその生活に結構自然となんか根付いてる気がしていて、やっぱそういう考え方っていうのはすごく大事なのかなと思っていて。そうですよね。やっぱその足元の一瞬をきちんと生きるっていうのはすごく大事だし、ここその龍岩寺っていうお寺は昔その古い地図とかを見ると立つと立ったり座ったりっていう立つと、あと願うっていう感じで、龍岩寺っていうふうに書かれていることがあって、したがってその願いを立てるっていう場所だみたいな書かれ方をしてるわけですけど、ただそれに限らずなんですけど、仏教って結構願うっていうことをすごく大事にしていて、人間ってその願いを立てることによってようやく前に進んでいけるっていうか、願いを持たずにだらだら生きる人もきっと少なからずいらっしゃると思うんですけど、やっぱりそのきちんとお寺に行くとかなんかその自分なりに願いを立てる瞬間をしっかりと持って、そこから一歩ずつでも今という時間を積み重ねていくというのはすごく大事にするっていうのが仏教的な考え方だと思ってます。なんかその起業家でも、その会社辞めて、なんか出家する方がいるんですよ。っていうのもやっぱりその、資本社会でその富を得るみたいなことが人生のゴールじゃないという考え方を持つ方もいて、なんかその確かに僕も自然と会社作って、自然とその社会の一員として活動してますけど、なんか本当のゴールって何なんだっけっていうのを、見直した上で今の活動をするっていうのはすごく大事だなと思っていて、なんかそういう自分の人生の指針を見つける上で、やっぱその仏教とか宗教を学ぶっていうのはすごく大事なんですかね。だからなんか特にその今ものすごい情報とかいっぱいあって、日々そういうものに流されながら生きてる人って多いので、ここのお寺によく来られてる人でお寺に来てやっぱその無心になれてよかったっていうような方っていうのはすごく多いですね。ここでワークショップやったりとか、あるいはそのドローン物見ていただきながらいろんなお話をさせていただいたりとかしてると、いや本当お寺に来て一呼吸を受けて心が落ち着きました、無心になりましたって言ってくださる方ってあるので。無心って大事ですよね。いや無心になれないですもんね。多分そうなんだと思います。もう情報ありすぎてますから。絶対すぐスマートフォン持ってしまうので。そうなんですよ。僕も風呂入りながらもスマホ持ってますからね。だからやっぱ瞑想とか自分一人の時間、何も考えない無心の状態を作るっていうのは
今の現代人には本当に求められてる気しますよね。そうそうそう。で経典にはやっぱちょっといろいろ語り聞かせるとよくこのおりの音を聞いていただきながらその極楽浄土っていうのはどういうところでってどんな幸せな世界でみたいなことを経典の中の教えを紐解きながら語ったりとか、阿弥陀様の光を今あなたの心に受け止めてくださいみたいな話を、皆さんにさせていただきながらこのおりんを聞いていただいてみたいなそんな時間を持ったりしてるんですけど。なるほど。で虫になった状態で、はい、ドローン物を見てそう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 です。刺激的なうん、影響を受けてはい、っていうのがこの環境の魅力ですね。そうですよね。やっぱりつかみはね刺激的な方がいいのでそうですね。ネット上に出回ってる情報はドローン物だったりこういう特殊なガチャだったりとかですね、するメイドさんだったりとかアイドルだったりとかそういうなんか刺激的な情報がネット上を賑わせてたりとかはするんですけど、やっぱり来てもらった人が無心になって手合わせて心の中になんか自分の願いって何だろうとか、やっぱ自分も仏様みたいなそういう本来は光を持った存在なんだと、そんなことを思い出してもらったりとか、なんかそのお寺の中でいい気づきを持ってもらって帰ってもらうと、なんかそういう部分の工夫をやっぱ日頃からすごく大事にはしてますし、そういうねこれからもいろんな方々にお寺の魅力を楽しんでもらえるような、はい、お寺作りをしていきたいなと思ってます。素晴らしい。京都駅から近いじゃないですか。はい、一般のお客さんも自由に来ていいんですか？観光寺院と違うのでどうしてもその中心は檀家さんの法事とかてかそんないくつもお堂がある大きなお寺ではないので、法事1個やってたら他のお客さんなかなかお参りいただけないっていう状況ではあるので、よかったらイベントとか。イベントとかあるいはネットから予約もできるようになっているので、いいですね。はい、それも概要欄にリンク貼っとくので、はい、ぜひ。ぜひ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ここは僕たちが初めて出会った場所ですね。そうですね。ここで1年ほど前に一緒にお酒飲みながら。いや、その前は一度多分安藤とそうか。はい、そうおそうそう。伺いしてミーティングした後に、その後ドローン物を見に来て、そこで、皆さんで一緒にね、ご飯食べながらお酒飲みながら、そうでしたそうでした。ご飯という名の会議でしたけどね。皆さんアイディアをそうこれから何しようみたいな。これから何しようみたいな、こうやったら面白いんじゃないかみたいな企画会議が始まって、そうやってましたね。僕はもう衝撃しかなかったです。こうベンチャー企業かみたいな。そうまさにまさに、っていうのがすごく思い出される環境なんですが、いやこの空間は何ですか？ここはそうですよね。あえて飲んだりとかに使ったりする時もありますけど、基本的な使い方としてはお檀家さんとか来られた時にここで、法事の前に控え室に使ってもらったりとか、あるいは応接的に使ったりとか、いうような場所ですね。なるほどです。はい。今この手前にカメラがあるんですけど、はい。これは何ですか？これニコンの Z8 ですね。はい。だいぶガチガチなカメラですね。ガチですよね。これ持ってる人なかなかいないと思いますですけど、よね。はい。もうかなりフラグシップと言っても基本的にニコンのフラッグシップですよね。そうですよね。でプラス Z6-3 も持ってると。そう。Z6-3 はその Z8 のユーザーから見てどういう機材なんですか？それなんか僕が答えるのが不思議な感じがするけど、いやなんかどういう購入されてるじゃないですか。購入しましたね。だから欲しくなる要素って多分あると思うんですけど。正直その ZF にするかどうしようか、そもそももともと Z8 と Z6-2 の2台、をフルサイズで持っていて、でどうしようかなと思って買い替えるか、買い替えるにしてもその Z6-3 に買い替えるのか ZF にするか悩んだんですけど、いざという時に2台ローで両方とも取れるので、そういう今後自分がいろんなことにチャレンジしていく、自分にエールを送るつもりで、チャレンジしようかなと思って Z6-3 にしたのと、やっぱりZ6-3 とりあえずその動画撮るのに必要な要素を全て詰め込んでくれてると思ったので、とりあえずこれ買っといたら
日々の撮影に困ることはまあないかなっていう部分ですよね。でもあと Z8 は4軸チルトでこれはこれですごい便利なんですけど、Z6-3、多分ニコン勢にとってみたら割と待望のバリアングルだと思うので使いやすいですよね。そうそう Vlog 的に、使えるかなっていう。あれ Vlog も撮るんですか？ Vlog これからやってみてもいいかなとかちょっとそういう部分も含めて、はいこれから自分が要するにカメラ1台あることによって新しいカメラを買うことによって自分がどんな映像をこれから世の中に届けられるんだろうかって思った時に、ZF 買うよりも Z6-3 を買って、Z8 と併用するっていう形を取ると、結構幅広くVlog からRAW2 台での撮影まで幅広く映像を撮れたりとかするなっていうふうに思ったので、Z6-3 を買おうと思いました。もうこのニコンの社員の方もうめちゃくちゃ喜んでると思います。いやまさかでもそれがニコンの人に届くとかってちょっと思ってもみなかったですけど、だってこのカメラもね Z6-3 ですし、はい、光栄なことに、ね、Z6-3 の開発の方にインタビューしたりとか、実際に僕も映像作りましたけど本当に素晴らしいカメラですよね。そうそうでもともと僕レンズがすごく好きでミラーレス以前から一眼レフ時代からニコン使ったんですけど、ミラーレスでそのマウント変わるにあたってソニーにしようかとかキヤノンにしようかとかいろいろ思ったんですけど、僕の乗り換え検討ですね。そうそう僕の好みとしてやっぱそのニコンの Z レンズの写りがすごく素直な自然な写りをしてるなっていう印象があって、本当に自分の手足になってくれるのはこのカメラかなっていう素晴らしいですね。ような気持ちで僕はニコンを買いまして、でそこからはい順当に面白いカメラが出てきてるので、これからも本当ニコンさん楽しみにしてますって京都で活動されてる方ってもうすでに素晴らしい魅力のあるものを持ってらっしゃるじゃないですか。なので伝えるっていうことに対しての感度がすごく高くて印象があったんですね。なので本当カメラを持つっていうのはまさにね、ありのままを伝えるっていうことなので、これを機にねお坊さんじゃなくても、いろんななんか魅力がある方、カメラを使って伝えていってほしいですね。そうですよね。カメラとともに京都の街に暮らすっていうのは本当面白い。面白いですよね。本当に常に撮影したいポイントが無数にあるというか、それはすごいなんか1年間住んでもまだ飽きないこの京都の良さだったりするし、おそらくもう数年前だったら多分飽きてると思うんですよね。ただやっぱりすごいなんて言うんだろうな、本質的な見え方を本質的に理解しようとしているから、ってなった時にやっぱりこの1,000年続いた都っていうこととか、本当に世界中からいろんな方がここに訪れに来るっていうところも含めて素晴らしい街ですね。いやそう面白いですよね。住んでみて面白いなと思います。劉邦さんは京都から離れるみたいなところは検討されたことあるんですか？なんていうか住職になって10年ですけど、こっからどうなっていくんだろうっていうのは自分自身分かんないですよね。今すぐここのお寺離れるつもりももちろんないんだけど、人生その100年とかって言われる中であと残り半分以上ここの町で暮らし続けるのがどんなふうになってるのかっていうのは。確かに、あれ今おいくつですか？僕43、今年44になります。クレイジーですね。いや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 その43でドローン物とかアイドルとか、いろんなチャレンジをされてると、いや本当に素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、常に心は若く。大事ですね。はい。なんかその若く保つために何か心がけてることってありますか？でももやっぱ若い人たちと一緒に仕事するっていうのが一番元気もらうことになってるんじゃないかなって。確かにドローン物やったらね、世界中からいろんなクレイジーな方たちが集まりますよね。だし、そうやっていろんな人が集まってくるし、でもだから海外からの反応、お寺の見え方とかも分かってくるし、あと
学生さんとかと一緒にアイドルプロデュースしてたりとかすると、その学生さんでも僕その時作詞もしてたりとかしたんですけど、そうするとやっぱ学生さんたちの世代に響く言葉を使わなきゃいけなかったりとかするので、それって自分にできるやろかとかって思いながら必死でその時なんかもう学生の気持ちになって考えたりとかしてると、もうそのうちちょっとずつ若返っていくみたいなね。なるほど。じゃあ本当に自分のそのマインドとかを若く保つには、自分自身がやっぱまずクレイジーなことをするとか新しいことをするっていうことを、そしたら人が集まってくるからまたいろんな刺激を吸収していい循環を生み出すっていうところですね。それをまさに感じ取ることができました、今日のお話で。そうですか、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとお話を聞いてたらすごい無心になりたくなってきました。ちょっといいですか？はい、わかりました。ありがとうございます。絵的には綺麗だと思います。ありがとうございます。絵的には綺麗いただきました。ありがとうございます。常に絵のことを考えているのはもう僕と一緒ですね。考えちゃいますよね。やっぱりです。大きく息を吸って清らかな空気を、そして仏様の光を心の中にいただいて、そして、汚い心であったりとか暗くどんよりした思いはゆっくりと吐き出す。